黒帯チャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する興味でクロート向けな YouTube チャンネルです。黒帯チャンネル。はい、皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。今回はちょっと真面目なテーマ、ゲームに関する特許について考えてみようと思います。最近ホットな話題ですね。興味あるけどちょっと難しそう。確かに特許って聞くとちょっと難しそうに感じるよね。特にゲーム関係の特許訴訟なんかはよく会社間バトル勃発みたいな感じでメディアがね煽り気味に取り上げることが多いんだよ。ページビューをね稼ぐために真面目な議論よりもちょっとゴシップ寄りにまとめられちゃうことがよくあるんだよね。だから特許に関する議論自体が浅くなったり、あと他の権利、特によくあるのは著作権とねごっちゃにされてしまうことなんかがあるんだよね。だけどゲームを作る人ならそういう誤解に惑わされないように特許の基本を正しく理解しておいた方が役立つよっていうところです。正しい知識があれば嘘や間違った情報にも惑わされずに済みますね。それがねめちゃめちゃ大事なんだよね。特にネット上の情報の真偽っていうのは自分でね判断するしかないですから、正しい知識を身につけるっていうのはとても大切です。さて、そもそも特許って何のためにある制度なんだと思う？白帯ちゃんはわかるかな？発明した人の権利を守るためですか？その通り。特許制度の一つ目の目的は発明者を保護するためなんだよね。発明者は特許を取ることで一定期間、今は20年が最大ですけれども、独占的にその発明の権利を利用することができるんだよね。これによって発明をするインセンティブ、やる気みたいなものが生まれるんだよね。新しい技術をどんどん作っていこうとか、発明にお金がかかっていたりするので、そのコストを回収することができる。なので特許制度があるとみんなが新しい発明に挑戦しやすくなるというねメリットがあるんだよね。なるほど。他にも目的はあるんですか？特許制度のもう一つの大切な目的は発明の公知、公開ですね。公知っていうのはみんなにその技術を知らせるってことなんだよね。特許を取得するとその技術や発明のね内容がみんなが見える場所に公開されて、誰でもその情報を見られるようになるんだ。それを知った人はその技術を参考にして新しい技術を発明を生み出してもいいし、あとはね発明者に特許使用料っていうのを支払ってその技術を利用することもできるんだよね。それってすごいですね。発明者が独占できるだけじゃなくてみんなもその技術を使えるんですね。そうなんだよ。特許を取ると発明者は独占権を得る代わりにその発明を公開する義務があるんだよね。これによって発明に関してねその人が秘密にしてるってことがなくなって、社会全体がその技術を利用することができるようになる。それに加えてね新しい発明や発見がどんどん積み重なっていくっていうことが期待されてるんだよね。よくね特許は発明者が独占してねそれを使ったらもう違法行為なんだみたいな誤解があるんだけど、実際の立法趣旨、法律が作られた目的としてはむしろ発明を公開してみんなで正しく使っていきましょうっていうような制度なんだよね。誰かが持っている特許をうっかり使ったら捕まっちゃうんだと思ってました。そもそもね特許侵害はね刑事事件じゃないので急に捕まったりはしないです。民事的なね権利侵害として扱われますので、権利者がね訴えを起こさない限り法的な争いになることはないんですよね。まとめると特許制度は発明者の保護と発明の公開、公知というですね2つの目的があるんですよね。というわけでねそろそろ本題に入りたいと思いますけど、ゲーム業界では特許はどんな風に扱われてきたんだろう？ゲームの特許ってすごく多そうですね。そうだね。ゲームに関してはいろんな物理的なハードウェアの特許と、あとソフトウェアの特許、プログラムの方の特許っていうのがあります。僕はねアーケードゲームをやっていたのでハードの特許もソフトの特許もどっちも取ったことがあります。興味がある人はですね特許情報プラットフォームっていうので検索をかけると、そのサイトから誰でもね簡単に特許を検索することができます。誰かの特許をね調べたければ人名を入れるんですけど、例えば僕の丹沢雄一で入れる場合は丹沢スペース雄一で検索かけると僕が今まで申請して取った特許が全部見ることができます。僕だけでも多分10以上出てくると思うんですけど、僕だけでも10以上取ってるということはね、業界全体ではもう本当にそれこそ日々無数にね新しいゲームの特許が生まれています。多くのねゲームの特許は本当に素晴らしい発明だなっていうものもあるんですけど、中にはねちょっと新規性持ってるかどうか怪しいとか、こういうゲーム昔もあったんじゃないかなみたいなものもあったりするんですけど、そういったものもねなかなか過去に遡って絶対にあったというのを証明するの難しくてですね、結構怪しい特許とかゲーム制作を不当にね制限しちゃう
ゃうような特許っていうものが認められてしまうケースも残念ながらね、あるんですよね。そんなのも含めて、この世の中にある全ての特許をね、把握しながらゲームを作ることってできると思う？そんなの無理ですよ。それじゃあ自由にゲーム作れなくなっちゃう。そうなんだよね。だからゲーム業界ではこれまでね、お互い様っていう精神でやってきたっていう経緯があるんだよね。クロスライセンスっていう形でお互いにこの特許を使っていい、代わりにこれ使っていいですよみたいにやる場合もあるし、特許は取るけど防衛的にしか使わない、どこかから攻撃された時だけ使うよっていうようなポリシーの会社もあったりするんだよね。大手の企業だとゲームが出る前にホームの担当がですね、リリース前に特許のチェックをしてくれるっていうようなこともあるんだけど、さっき言ったようにね、日々新しい特許が生まれてくる環境で 100% 全部特許を回避できてるか調べるってことは現実問題難しいです。なのでね、実際にこれまでどこかの会社と会社で争いがあった特許だとか、あとは例えば音ゲーを作るときは音ゲー関連の特許だけ集中的に調べたりだとか、危険度が高いものだけ確認するっていうのが一般的な運用なんだよね。でもそれだと新しく参入した開発会社や個人開発者は不利ですよね。そう、その通り。それがね、大きな問題なんだよね。多くのね、特許を持っているフル株の大手同士は、これを訴えるなら、うちもこれを訴えますよっていうね、一定のその抑止力っていうのが働くんだけども、新興のゲーム会社とか、インディーの開発者なんかは、そういった蓄積がないので、それに対抗する手段が全くないんだよね。結果として、今のところ、新しいゲーム会社は、老舗のフル株の会社のご機嫌を損ねないように、ビクビクしながらゲームを作るしかないっていうのが現状なんだよね。ゲーム制作ってもっと自由にできると思ってました。そうだよね。確かに問題はあるんだけど、現実としてね、多くのゲーム会社はインディーの人をどんどんね、訴えていくみたいなことはせずにね、ある程度抑制的に特許を運用してるんですよね。でもね、できればもう少しね、制度的に例えば新興のゲーム会社を守るような仕組みとかあってもいいんじゃないかなと思います。ゲームアイディアの特許に関してもね、今の技術の進歩とかスピードを考えると、現行のね、20年っていうバインドは結構長いんじゃないかなと僕は個人的には感じてますね。10年ぐらいで十分元は取れるんじゃないかなというのが僕の考えだったりもします。もっとゲームを作りやすい環境ができるといいですね。そうだね。まだまだね、どんどん発展していく業界なので、柔軟な運用でゲームを作りやすい環境ができるといいなと思います。というわけで今日はですね、ゲームの特許の基本的な部分のお話をしてきました。今日は真面目な回なんですけど、もし反応が良ければ、この後ね、具体的にどんな特許があるのかとか、過去の特許訴訟の事例とかなんかも話してみたいと思います。ゲームに関してはね、他にもプログラムの著作権ってどうなってんのかなとか、キャラクターの人格権っていうのがどうなのかとか、結構いろいろ面白いお話もあるので、いろいろな話をしていきたいなと思っております。内容が難しくてちょっと頭が痛いですそうだね。というわけでね、今回はかなり真面目に振った内容だったんですけど、次回ね、また楽しいゲームの紹介もしていきたいと思います。今日はお付き合いいただきありがとうございました。ではまた。じゃあねー。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。